皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もう3月ですね。本当に日が過ぎるのが早いです。日本もだんだん少しは暖かくなってきている気がします。春の訪れっていう感じがしていて、とっても気分がいいです。そして先ほど買い物に行ってきたんですけど、まだ寒いかなと思ってダウンジャケットを着て買い物に行くと、もう本当に暑くて汗だくになって、うわミスったなってちょっと思ってしまいました。そんな感じで、今回のテーマは日本の恋愛についてお話ししたいと思います。皆さん、恋愛の話は好きですか？そして日本の恋愛、日本人がどのように恋愛をしているのかなど興味はありますか？少しは興味があるからこの動画をクリックしてくれたのかなと思っておきます。恋愛の話はみんな一度はしたことあるかなと思います。誰かが気になるとか、うわあの人かっこいいな、あの人かわいいなとか、なんかクラスにいるあの子ちょっと気になるねんけど最近ドキドキみたいな感じとか、または友達に相談されて、最近あの人気になるねんな、なんかいい感じやねんな、どうやってアプローチしていったらいいかなとか、なんかこんな返事してんけどどうやって返したらいいか分かれへんみたいな感じとか、またはもうすでに付き合っていて彼氏彼女がさみたいな悩み相談とか、もう本当に恋愛の話題って尽きないと思います。こんな感じで、文化は違えど国は違えど、恋愛っていうカテゴリーで見たときにみんなが、興味がある話題かなと思います。今回は日本の恋愛文化、カルチャーみたいな感じでお話ししていこうと思います。そして知っておいてほしいことなんですが、今から話すことはこれが日本の常識とか、これが全て当たり前といったことではないです。絶対こうっていう話ではないので、あくまでも私が見た、私が聞いた、そういったことをベースにお話ししていきます。日本での恋愛、日本人同士の恋愛はこういう感じなのね、こういうこともあるよねみたいな、あくまでも一例として聞いていただければ幸いです。では日本での恋愛についてなんですが、まずは出会わないといけないですよね。その相手がいないと話にならないですよね。日本人はどうやって出会っているのと思う方もいるかもしれません。私が思う日本人同士の出会いの場は大きく3つあると思います。1つはマッチングアプリです。そして次は学校だったり職場、そういった大きなコミュニティ。そしてもう一つ、最後は知り合いだったり友達からの紹介。これがメインかなと思います。もちろん世の中には本当にいろんな方法で出会ったっていう方がいると思うので、これはあくまでも私が思う、例です。そして、出会い方って本当にいろいろあると思うので、これだけしかないっていうわけではないんですけど、マッチングアプリ、学校、職場、あと誰かからの紹介っていうのが大きな、よくある出会いの場かなと思います。まずはマッチングアプリです。皆さん、マッチングアプリを使ったことはありますか？そして実際に使ってみて人と会ってみたりしたことはありますか？世界中で使われているものだと Tinder とかありますよね。日本にも Tinder はあって使っている方もたくさんいるかと思いますが、一番メジャーなものではない気がします。日本にはマッチングアプリが本当にたくさんあって、みんないろんなものそれぞれを使いこなしているっていう感じです。そして大体の場合、多くの場合は女性は無料で、そのマッチングアプリを使うことができるんですが、男性は少し何千円とか、一番高いものだと何万円とかを払わないと使えないっていうのがあるので、女性のメリットとしてはお金を払ってでもその女性に出会いたいっていう真剣な人を探すには、そういった課金制のアプリを使うのがいいというか、そういった話を聞いたことがあります。で Tinder は全員が無料で、一番初めに使うことができるので、
どっちかというとなんか今を楽しみたい方、そういった方が使うかなと思います。そして私の肌感というか本当に感覚でしかないんですけど、だいたい大学生とかそれ以上の方だったらみんな一度はマッチングアプリをダウンロードしたことあるんじゃないかなって思います。それぐらいもう今では日本ではマッチングアプリっていうのは本当に普通のよくある出会いの場というか相手を探す一つの方法だなって思います。私も昔は一度ダウンロードしたことがあります。ですが私には向かないなって思ってすぐにやめました。誰か知らない人とやり取りをするっていうのがもう本当にめんどくさくて、全然返信ができなくて、そして実際会うのもなんかちょっと勇気がいるなって思ったので、もう全然多分ダウンロードしてすぐ 2,3 日でアプリを消して終わりました。私の周りにも実際に使っていて、実際に、人と会ってご飯に行ったりとかデートに行ったりみたいな、そういった話も聞いたことがあります。なので本当にみんながすぐ使える簡単な方法としてマッチングアプリっていうのが日本では主流かなって思います。でもなんかあんまりみんな使ってるって言いたがらない風潮はまだあるので、その全員が本当に使ってるのかわかんないですけど、本当によくある方法かなって思います。では次、学校とか職場。これはもう本当によくあるものかなって思います。特に学生だったら学校で知り合って同じクラスとか違うクラスでも先輩でも後輩でもほぼ毎日同じ場で一緒に過ごしてるわけじゃないですか。なので相手も見つけやすいし仲も深まりやすいし、学生だったら、よくあるというか本当にほとんどの方が同じ学校とか、違う学校でも学生同士学校で知り合ったっていうのが多いかなと思います。あと職場もよくあるとは思うんですけど、職場って少し、違うなというか、別れた後にとか何か揉めたりしたらめんどくさいっていうので、もし付き合っていても隠している方が多いかなと思います。日本のドラマとか見たらよく出てくるかなと思うんですけど、実際もそうかなと思います。これは本当に想像でしかないんですけど、もし付き合っていたら隠す。周りって本当に気づいていると思うんですけど、あんまり堂々と職場恋愛しているっていう話は、言ってしまうと周りが気を使ってしまったりとか、なんかいらない無駄な空気読むみたいな、そういったものが出てくるかなと思うので、あるとは思うんですけど、あんまり堂々と公表している方は少ないかなと思います。そしてあともう一つの出会い方として、誰かからの紹介。これは大人になればなるほど増えるかなと思います。誰か知り合い友達などにいい人いない紹介してとか、または友達に誰かおらへん紹介してみたいな感じで、こういったやり取りは大人になればなるほど本当に増えてくるかなと思うし、一般的な出会う方法かなと思います。これはもう人脈が広ければ広いほど、めっちゃ紹介してって言われるとか、紹介してって言ったらすぐ誰か紹介してもらえるみたいな、本当にこれは人によると思いますが、ある一つの例かなと思います。その他にも出会い方っていろいろありますよね。私の友達の例で言うと、一人の友達は女の子なんですけど、女子同士で、あるレストランでご飯を食べていたら、横にいた男性グループの人に声をかけられてか、または声をかけて一緒にご飯を食べるようになって、でそっからそのうちの一人友達ともう一人の男性が付き合い始めたみたいな、ナンパではないですけど、なんかそういったレストランで出会ったっていうのがあります。今言ったナンパっていうのは、なんか道だったりお店とかで、あの子かわいいな、あの人イケメンだなみたいな感じで思って自分から声をかけるっていうのがナンパと言います。これは自分の見た目にめっちゃ自信があるとかっていう方がよくやるかなと思います。あとはその日限りのその楽しいことをしたいみたいな、そういった場合によく聞く方法なんですけど、これの成功率ってもう本当に低いと思います。なので一つの方法ではあるんですけど、ナンパされた、ナンパした、そこから付き合ったっていうのはあんまり聞かないです。
あと私の友達でもう一つあるのはクラブです。ナイトクラブ。夜に行くDJ がいて音楽がめっちゃかかってて、もう人がいっぱいいてみんなで踊ったりお酒飲んだりする場所、クラブです。ここで出会ったっていう友達もいます。これもめっちゃ珍しいかなと思います。クラブは出会いの場ではあるかもしれないんですけど、実際そこから付き合ったっていうのはあんまり聞かないです。なんですけど私の友達は、クラブで出会ってそこから付き合ったって言っていました。めっちゃいい人なんで、すっごいもうレアな奇跡が起きたケースかなと思います。こういった感じで、出会いの場は本当にいろいろあるんですけど、マッチングアプリだったり、知り合いの方に紹介してもらうとか、そういったのが一般的かなと思います。では出会ったらそこで終わりではないですよね。次ちょっと気になってるな、付き合いたいなって思ったら、日本にある独特の文化があるんですけど、それは告白という文化です。日本ではほぼほぼ 100%、99% ぐらいは告白をしてから付き合うっていうのが一般的、常識みたいな、そういう風潮があります。付き合う前に、どちらかが付き合ってくださいっていうのを言って、でお互いがその了承をしてから付き合うっていうのがあります。多くの場合は男性から女性へ告白するっていうのが多いかなと思います。女性から男性に告白するのも全然 OK なんですけど、多くの場合は女性は自分が好きであっても、好きっていうアピールだけして告白はされるのを待ってるみたいな、そういった方が多いかなと思います。女性男性男性女性でなくても、同性同士、女性女性男性男性とか、いろんなカップルがいるかと思います。性別とか年齢とかは関係なく、告白っていう文化は日本人同士のカップルだったら絶対にある文化かなと思います。あと告白に至るまでなんですけど、知り合った状態でお互い好きかもちょっと気になるみたいな状態でご飯に3回ぐらい行って、その3回目の時にどちらかが告白しなかったら、もうこの相手はないんだなみたいな、そういった見極めるラインがある気がします。謎の境界線みたいな、そういったのがあります。なのでもし初めて会った人、または誰かに紹介してもらって、お互いそういうつもりで付き合うかもみたいな前提で出会った場合は、3回目が見極めるラインかなと思います。なのでもし日本人の子を好きになった、日本人と出会った、告白したいみたいな場合だったら、3回目もしくは4回目ぐらいまでに自分の気持ちを決めて、告白するのかしないのかっていうのを決めた方がいいかなと思います。3回もご飯行って相手から何も言われなかったら、もうこの人はないのかなって、特に女性の場合は思ってしまう気がします。なのでもし今後日本人の方に好意を抱く場合は、これも一つの覚えておいたらいいことかなと思います。もちろんこれが絶対ではないので人によるんですが、こういった一応風潮みたいなのがあります。そして次、もしお互いが好きってなって付き合ってください、はいってなって付き合うことができたとしたら、そこが終わりではなく、そこからがスタートですよね。そしてよく聞くかと思うんですが、日本人はシャイだからあまり好きだよとか愛してるみたいな、そういった愛情表現、愛を直接言葉にしないっていうのを聞いたことがあるかと思います。そしてこれは実際にそうだと思います。何も間違っていないなと思います。もちろん本当に人によるんですが、あまり愛情表現をしないという方が多いかなと思います。特に比べた時に、アメリカとかヨーロッパとかそういった全く違う文化と比べた時に、日本人はそういった愛情表現、男性でも女性でもこの愛情表現が少ないかなと思います。なので自分は本当に愛されてるのかな、この人本当に自分のこと好きなのかなってちょっと不安になる、そういった瞬間があるかもしれませんが、日本人は愛情表現が少ないっていうのを知っていれば問題ではないかなと思います。または逆にそういった好きを伝えすぎたりすると、重いって言って、重いっていうのはtoo much な感じ、
そう重いっていうのが理由で振られるみたいなのも聞いたことがあります。なのでめっちゃ言いすぎるっていうのも慣れてない人からするとちょっとなんでそんな言ってくるみたいな、いやもう分かったっていう風に捉えられてしまう場合もあります。なのでこれは本当に人によるので、そのカップル同士でしっかり会話していくのが重要なんですが、本当に誰しもそういった好きだよみたいなのを言われて嬉しいっていうわけでもない気がします。子供の時からそういった環境にいない方が多いかなと思います。私も自分の親から別に可愛いね、Oh my baby I love you みたいな感じで言われた経験は本当にないです。一切ないです。で、私の両親同士とかおばあちゃんおじいちゃんとかがお互い好きだよとか愛してるみたいな伝え合ってるとか、そういったのはもう一切見たことも聞いたこともないです。なので日本で育った日本人の両親に育てられたっていう場合だと、そういった愛情を伝えるってことも受け取るっていうのも慣れていないので、違和感に感じてやめてって思ってしまう方もいるかもしれません。私は全然もうウェルカムなんですけど、本当に人によるかなと思います。そして例えば付き合って半年経った1年経ったみたいな時にお祝いみたいな感じですることはありますか？韓国とかだと100日記念日、200日、300日みたいな感じで100日ごとで区切ってそういったカップル同士でお祝いをするっていうのを聞いたことがあるんですが、日本でもカップル同士だとこれはよくあることかなと思います。付き合ったばっかりだと1ヶ月記念日、2ヶ月記念日、3ヶ月記念日みたいなので毎月その付き合った日からカウントをしているカップルもいるかと思います。付き合いが長いカップルになってくると1年記念日、2年記念日みたいな感じで年単位で何かお祝いしたり、ちょっといつもより、いいレストランに行ったり、プレゼントをお互い買ったりみたいな、こういったことをしているカップルもたくさんいるかなと思います。今回は日本の恋愛文化、恋愛事情についてお話ししました。どうですかね。日本の恋愛事情っていうのは皆さんが知っていた通りというか想像通りだったか、またはそんな感じなんだ、全然知らなかったみたいなこともあるかもしれないです。マッチングアプリとかはもう世界中どこでもあると思いますし、誰かに紹介してもらうとかも全然あることかなと思います。皆さんの国ではどうですかね。日本の恋愛カルチャーとは全然違うみたいなことがあったらぜひコメントで教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストを応援サポートしていただける方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。お待ちしております。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからも動画を作っていきますのでサポートしていただければと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。